古より伝わる剣がある。名は霊剣エピーヌド・ローズ。美しいバラの刻印を帯びしその剣には意志があり、持つものを選ぶという。人の真髄を見抜き見定めるという。だからこそ人はそれに魅了され、幾人もが求め、幾人もが退けられ、誰の手にも永遠には収まらず、誰か一人に応えるとも限らぬまま多くの手を渡り歩いてきた。この剣が選ぶとき、それは誉れか、あるいは定めか。霧の海に向けて漆黒の艦隊が進む。甲板に立つ女は風にたなびく街灯のもと、じっと前を見据えていた。クレマンス・ド・モレル、ラームドール騎士団王室直属の海賊討伐艦隊の女指揮官。自身の血は決して流さないと言われる剣の名手であり、その眼差しは氷のように冷たい。利で敵を断ち、法と忠誠に生きる指揮官。彼女が動くということは国王の命による壊滅決戦を意味していた。腰に携える剣は霊剣エピーヌド・ローズ。国王より賜ったバラの刻印が施された伝説の美しい霊剣。この剣が選んでいたのは今はこの女指揮官クレマンスであった。標的は反逆の艦隊海賊船ノワール号。キャプテンの名はバレンティーナ・ノワール。今まさにエピーヌド・ローズをも奪わんとしているのである。そしてその剣が今クレマンスと共に出撃する。血縁を捨てたかつての妹へと。ノワール号の裂けた旗が風を受ける。その船首に立つ女の目には燃え尽きぬ炎が宿っていた。バレンティーナ・ノワール、誇り高き女海賊。劇場と自由をその身にまとい、法に背いてもなおその血の高潔さは失っていなかった。名門貴族の羊でありながら、今はかつての生を捨てた黒い影、海の支配者であり追われ人。しかしその魂は誰よりも鮮やかに海を照らす。霊剣エピーヌド・ロースが討伐艦隊指揮官クレマンスに渡っていることは、風と渡り鳥の噂でバレンティーナの耳にも届いていた。霊剣がクレマンスに答えたか。理解はできるさ。あれほどに強い精神を持った者を他に知らない。だが私にもその権利はあるのだ。一時ではあったが、彼女もエピーヌド・ロースを手にしたことがあったのだ。再びエピーヌド・ロースをこの手に収めたい。そう願い、この海を、この世界を探し求めてきたのだ。そして祝宴の待つ故郷の海に帰ってきた。討伐されると知ってなお、お互いの存在はもはや天と地ほどに遠く、その立場はあまりに対極的であった。海賊艦隊を討伐艦隊が取り囲んでいる。仲間の船が一気燃え始めた。来たな、姉上殿。バレンティーナは腰の塚に手をかけ、上目遣いで前方を睨んだ。剣の鋭く高い音と仲間のわずかな悲鳴が響いた後、ノワール号の甲板に重厚な靴音がゆっくりと近づいてきた。バレンティーナ・ノワール。クレマンスが冷たい声を放った。お前の最後を見届けるまで帰るなと命ぜられている。打ち合いは一瞬の静寂を裂いて始まった。二人の剣が激しくぶつかるたび、かつての絆の残響がきしんだ。そして刃は交錯する。姉妹でありながら正反対の道を歩んだ結末を剣は感じ取っていた。バレンティーナの仲間たちはクレマンスの物言わぬ威厳と冷徹な迫力にすっ
かり圧倒されてしまっていた。クレマンスの剣筋がよどみも躊躇もなくあまりに正確だったのだ。意を決し加勢しようと接近するバレンティーナの仲間たちは確実に一人また一人とクレマンスの一振りの剣で命を落としていった。恐怖で樽の後ろに隠れてしまう者も出始め、これが自身の血は決して流さないと恐れられた女のゆえんだった。もはや唯一剣を交わせることができたのはバレンティーナただ一人であった。クレマンスは刃こぼれした予備の剣を使い捨てると霊剣エピーヌドロースを抜いた。鋭い剣さばきに追い詰められ、ついにはよろけて甲板に倒れたバレンティーナ。のしかかる体勢でバレンティーナを見下ろすとクレマンスは義務のように言った。これで終わりだ。だがその瞬間、霊剣エピーヌドロースが思うように動かなくなった。重い手に馴染んだはずのエピーヌドロースがとどめを拒むかのように奇妙な存在となっていた。クレマンスはエピーヌドローズが自身を拒み始めたことでその真髄を感じ取りバレンティーナに告げた。これがお前が求めていた剣だ。だが奇妙だ。その隙をバレンティーナは逃さなかった。不意をつく卑怯を許せ。覚悟しな。クレマンスが使う剣はもうない。近くの屍の剣を手に取る間もなかった彼女は自身を拒むエピーヌドローズで太刀を交わした。その剣は私にこそふさわしいのだ。まだ言うか。クレマンスが制したその瞬間、鮮血が舞った。バレンティーナの渾身の一撃がクレマンスの右腕を裂いていたのだ。違う。バレンティーナは我に返った。自身の血は決して流さないと言われる剣の名手が今目の前で血を流しているのだ。バレンティーナは呆然としていた。切りつけておきながらもこみ上げてくる敬意と死母に言いようのない恐怖と敗北感を感じていた。クレマンスの右腕からは赤い雫が一滴二滴と後を追うように甲板へとこぼれ落ちている。剣を落としたクレマンスは流れ落ちる自身の血を見つめながら初めて知った人の痛みをかみしめていた。不意をついた罪悪感がバレンティーナの心を支配し始めていた。そして霊剣に執着した己を恥じた。ふと見れば霊剣エピーヌドローズはただの銅となっていた。どちらをも選ばなかった事実だけを告げ、甲板に静かに、そして冷たく横たわっていた。まるで二人を拒み、まるで二人の身代わりにでもなったかのように、そして役目を終えたかのように。必要なものは剣ではなかったようだ。クレマンスが沈黙を破りエピーヌドローズを拾うと海へと投げ捨てた。バレンティーナが言葉を紡ぐ前に剣は弧を描いて静かに海へと沈んでいった。名高い霊剣エピーヌドローズは海の底で人知れず永遠の眠りにつくのだろう。さあどうするか。クレマンスは海を見据えながらつぶやくと何かを決意したかのように再び口を開いた。剣が拒んだのだから命は奪わん。そしてバレンティーナに背を向けると続けた。これが私の生涯たった一度きりの情けだ。その命をもって立ち去れ。バレンティーナもまた背を向けていた。クレマンスは振り返ることなく、この海にいては死罪は免れんぞ。冷たくそう告げると船を後にした。冷徹なあんたがこの私のために法や国王に背くってのかい。それじゃああんたも死罪だな。そう吐き捨てながらどこか寂しそうな背中で見送るバレンティーナ。互いに背を向けたその姿こそが本当の意味で向き合った瞬間であった。正反対に生きた結果がこのざまだ。後悔はないが
そういった認識さえも誇りだったバレンティーナの魂は珍しくしばしの感傷に浸っていた。死ぬのが怖いわけではない。今後クレマンスに及ぶ困難に今更ながら自身の自由の意味を問うていた。情けとはなんと厄介なものであろうと。だがしかし、だからこそ人間であると、そう結論づいていた。クレマンスは国王に報告すべく謁見に向かっていた。王座の国王にひざまずくと覚悟を持って言った。申し訳ございません。取り逃がしました。国王は訳を聞かなかった。すべてを悟っていたのだ。クレマンスは続けた。海賊バレンティーナは遠くの海へと消えて行きました。処罰をお受けいたします。一方バレンティーナの船は海洋へと向かっていた。舵を取りながら彼女は考えていた。もらった命だが、今度は私の番さ。あんたのためなら海の藻くずとなるのも悪くはない。国王との謁見を終え、回廊を歩いていたクレマンスの胸に一瞬の不穏がよぎった。バレンティーナの姿が脳裏に浮かんだが、いつもの冷静さが心の揺れを許さなかった。その後、討伐指揮官クレマンスは除隊処分にとどめられ、海賊バレンティーナへは特例の恩賞が下されていた。しかしバレンティーナのノワール号はすでに沈没していた。その後彼女を見た者は誰もいないという。海と国に平和が戻ってきた。これは剣に拒まれたそんな姉妹の物語。バレンティーナはきっとどこかの新天地で生き続けたと、そう語り継がれている。かつて海に咲いた二つの刃、一つは氷のごとく、一つは炎のごとし。霊剣エピーヌドロースは見ていた。血を流さぬ者が血と痛みを知り、血を誇る者が恐怖と罪を知る。選ばれし者は誰でもなく、時に拒まれし時こそ剣の神髄を映す鏡となりき、剣は沈む。沈黙という名の深き青へ。伝説は終わらず、そして語り継がれる。真に強き者とは愛と慈悲をも知るものであることを。